Well, thank you, and thanks to all the gathered delegates and まず、集まった代表団の皆さん、著名人、メディア関係者の皆さん、そしてミュンヘン安全保障会議の主催者の皆さんに感謝申し上げます。この素晴らしいイベントを開催してくださり、私たちがここに来ることができたことを大変嬉しく思います。今日の話題の一つは、共通の価値観についてです。ドイツに戻ってこられて嬉しいです。昨年、私は米国上院議員としてこの場にいました。当時、外務長官のデビッド・ラミー氏と会い、昨年は互いに違う仕事をしていましたね、と冗談を言いました。しかし今、私たちは国民から政治的権力を託され、それを賢く使い、人々の生活を向上させる責任を負っています。私は昨日、会議の外で過ごす機会がありました。昨日の恐ろしい事件にもかかわらず、人々の温かいもてなしに深く感銘を受けました。実は、私が初めてミュンヘンを訪れたのは妻と一緒でした。今回も妻と共に来ています。ミュンヘンの街とその人々を常に愛してきました。この場を借りて、昨日の事件の被害に遭われたすべての方々に心よりお見舞い申し上げます。私たちは皆さんのことを思い、祈っています。さて、本題に戻ります。この会議では、安全保障について議論します。通常、外部からの脅威について話すことが多いですが、私はヨーロッパの最大の脅威はロシアでも中国でもないと考えています。むしろ、米国と共有する基本的価値観が内部から脅かされていることを懸念しています。最近、元欧州委員がルーマニア政府が選挙を無効にしたことに言及し、同様のことがドイツでも起こり得ると警告しました。このような発言は、アメリカ人にとって衝撃的です。私たちはウクライナ支援やデジタル検閲を、民主主義を守るため、と説明されてきました。しかし、選挙が中止され、政府高官が脅しをかける状況を見ると、本当に民主主義の価値を守っているのか疑問を抱かざるを得ません。冷戦時代、民主主義の擁護者たちは、抑圧的な勢力に立ち向かいました。当時、検閲を行い、教会を閉鎖し、選挙を中止した側が、正義だったでしょうか。もちろん違います。そして彼らは冷戦に敗れました。それは、人々が、驚く自由、間違える自由、発明する自由、気づく自由、といった基本的な価値観を尊重しなかったからです。しかし、今日のヨーロッパを見ると、冷戦に勝利したはずの側がその価値を失いつつあるのではないかと感じます。例えば、ブリュッセルでは、市民が、憎悪コンテンツ、と判断したものを見つけ次第、ソーシャルメディアを停止すると警告する発言がありました。また、警察がネット上の女性蔑視と戦うためとして反フェミニズムのコメントを投稿した疑いのある市民を捜査する例もあります。特に懸念すべきは英国における基本的自由の侵害です。2年前、元軍人のアダム・スミス・コナー氏が中絶クリニックの近くで静かに祈っていたという理由で逮捕されました。彼は妨害行為をしていたわけではありません。ただ、一人で祈っていただけです。しかし、警察に何を祈っているのかと尋ねられ、かつて自分が関わった中絶について祈っていると答えたことで、有罪判決を受け、訴訟費用の支払いを命じられました。これは単なる偶然の一例ではありません。昨年、スコットランド政府は、特定のエリア内に住む市民に対し、自宅での個人的な祈りすら法律違反になる可能性があると警告する手紙を送付しました。このような状況は、思想の自由が危険にさらされている証拠です。また、言論の自由に関しても、アメリカでは前政権がソーシャルメディア企業に対し、いわゆる、誤情報の検閲を強要しました。例えば、コロナウイルスが中国の研究所から流出した可能性についての議論が、その時点では封殺されていました。しかし、その後の調査で、その可能性が現実的であることが明らかになりました。私が今日ここに来たのは、単なる意見を述べるためではなく、具体的な提案をするためです。トランプ政権は言論の自由を守るために戦うでしょう。我々は、意見の内容にかかわらず、人々が自由に発言できる環境を守らなければなりません。最後に、ルーマニアでの出来事についてお話しします。昨年12月、同国は、諜報機関の主張と周辺国からの圧力を理由に、大統領選挙の結果を取り消しました。ロシアの偽情報が選挙に影響を与えたとされていますが、少し視点を広げる必要があります。もし外国の広告が民主主義を脆弱にするほどの影響力を持つのであれば、
その民主主義は最初からそれほど強くなかったということです。安全保障会議の主催者は、特定の政党の議員が議論に参加することを禁止しました。しかし、重要な支持層を持つ政治指導者たちと対話を拒むことは、民主主義の理念に反する行為ではないでしょうか。安全保障会議では、防衛費の増加や軍事政策について議論されるでしょう。トランプ大統領は、ヨーロッパが自らの防衛にもっと責任を持つべきだと考えています。我々は負担を分担しながら、共通の価値観を守るために協力していかなければなりません。ご清聴ありがとうございました。